皆さんお待たせ、カレンゲームラボのカレンです。今回は最近増えてきている俯瞰型アクション RPG やアニメ調 TPS アクションなど5本紹介します。チャンネル登録お済みでない方はぜひチャンネル登録、高評価ポチッとお願いします。それでは見てまいりましょう。一つ目のタイトルはセカンドウェーブ。リリース日は未定。ジャンルは TPS アクション。開発はチャレンジャーズゲームス。プラットフォームは PS4、PS5、Xbox Switch、Steam、Android。開発のチャレンジャーズゲームスは韓国を拠点とし、黒い砂漠やテラの開発メンバーにより2022年に設立された開発スタジオ。さらにエルデンリングやダークソウルを手掛けているスタッフが在籍しているなど、優れた技術力を持った開発スタジオ。そんな開発スタジオが手掛ける本作はチャレンジャーズゲームスの初タイトルということで、黒い砂漠やテラ、さらにエルデンリングやダークソウルなどとは打って変わってキャッピキャピのアニメテイストで描かれるモバシューター。 TPS や FPS とは違ったアクションした内容が売りで、かなり力の入った内容となっております。本作のゲームモードは現時点で3つあり、ストーンクラブ、アーケーストーンと呼ばれるアイテムを24個以上持って40秒間耐え抜くモード、三つどもえ戦、3チームが競い合い先制1500ポイントを獲得したチームが勝利。続いて占領戦 PVPVE、 エリア占拠やモンスター討伐により1000ポイント獲得したチームが勝利。モバや TPS、FPS などでは馴染みのあるゲームモードとなっております。キャラクターはアンロック形式となっており、ゴールドや課金石で解放が可能。キャラはそれぞれロールがあり、遠距離、アタッカー、ウィザード、暗殺者、サポーター、戦士、6つのロールが用意されていて、さらに各キャラには4つのスキルがあるので、うまく組み合わせながら敵を倒していくといった感じ。試合中はアシストやキルをすることでゴールドを入手し、強化アイテムをショップで購入することが可能で、モバの要素が組み込まれていて、さらに購入した強化アイテムはアップグレード要素があり、アップグレードツリーに記載のある強化アイテムを購入することでアップグレードが可能。大きな要素はこんな感じとなっていて、プレイしてみた感じ、バッチバチのアクションで結構乱戦になってしまうことが多く、遠距離攻撃でどうのこうのするというよりかは、近接攻撃で乱戦に持ち込むといった結構脳筋要素の強い感じがしました。モバとアクション、さらに TPS や FPS の要素を取り入れ、アニメ調で遊べるタイトルはあまりないので、もっとブラッシュアップしてリリースしてほしいかなといった感じ。マルチプラットフォーム対応で日本語 UI や日本語吹き替えなどもされているので、この手のジャンルが好きな方はぜひ遊んでみてはいかがでしょうか。続いてのタイトルはエターナルローテーション。リリース日は2025年予定。ジャンルは 3D 美少女ローグライト弾幕シューティング。開発はラセンネコ。プラットフォームは iOS、Android、PC。開発元のラセンネコは中国に拠点を置き、本作が初のタイトルということで、まだ設立されたばかりのゲーム開発スタジオ。開発メンバーは男のロマンを追い求め、メカや美少女を追求した作品を手掛けたいという思いから本作の制作に取り掛かったようです。ジャンルは 3D 美少女ローグライト弾幕回避シューティングということで、メカアーマーをまとった美少女たちが激しい弾幕を回避しつつ敵を殲滅していくというのが大きな目標。ローグライト要素が備わっているので、戦闘中にキャラを強化していくといった要素が備わっていそうな感じがします。コロプラよりリリースしているアリスギアアイギスを彷彿とさせつつも、最新の技術を取り入れ、グラフィック面、戦闘シーンにおいてはさらにブラッシュアップされていると推察します。アリスギアアイギスの上位互換といった感じでしょうか。最近似たような美少女空戦弾幕シューティングがリリースされたんですが、リリース直前に空戦の要である縦軸がなくなってしまったことにより、空戦特有のドッグファイトができなくなり、かなりがっかりした記憶があります。本作の PV を見る限り、今のところ縦軸は実装されているようなので、空戦の醍醐味を楽しめそうな感じがします。さらに PV では一瞬ではありますが、地上に降り立つシーンもあるので、もしかしたら地上戦も用意されていたら胸熱ですね。本タイトルはクロスプラットフォーム対応ということなので、メカ美少女ものが好きな方はぜひ遊んでみてはいかがでしょうか。特にアリスギアアイギスやエタクロニクル、アーテリーギアあたり好きな方ならハマれる要素満載かと思います。続いてのタイトルは新興少女。リリース日は2023年10月6日。ジャンルは横スクロールアクション。
開発はスカイボックス。プラットフォームは iOS、Android。本タイトルは最近流行りのローグライト横スクロールアクションとは違い、純粋な横スクロールアクション RPG ということで、カジュアルに横スクロールアクションを楽しめるタイトルとなっております。バトルは3面編成によるステージ踏破型となっており、操作は攻撃、スキル、奥義、回避、ジャンプとシンプルな設計で、さらに戦闘中にキャラの入れ替えが可能で QTE 要素があったり、シンプルではあるものの本格的なアクションを楽しめる内容となっています。また、多彩なギミックが設置してあるステージや強制スクロールステージなど様々なステージが用意されており、移動アクションは精密さが要求される内容となっております。キャラの育成は良くも悪くもよくある内容ではあるものの、スキルツリー要素を採用しており、深いやり込み要素となっております。実際遊んでみたところ、横スクロールアクションをカジュアルに遊べる内容で、スーパーマリオを遊んでいるような感覚ですね。うっかりしてるとダメージを受けてしまうようなステージギミックが絶妙に配置されていて、移動アクションも楽しい感じとなっております。日本語吹き替えがされていることから、本国での売り上げ次第では、もしかしたら日本展開も考えられそうです。この手のわちゃわちゃ感が好きな方はぜひ遊んでみてはいかがでしょうか。続いてのタイトルはインフィニティアルカナ。リリース日は2023年10月9日。ジャンルは俯瞰型ローグライクアクション。開発はヒーサーエンターテインメント。プラットフォームは iOS、Android。本タイトルはトゥーンレンダリングによるアニメ調のローグライクアクションとなっており、敵のテイストなんかがちょっとゼルダ風かなといった印象。戦闘における特徴はローグライクということもあり、様々なスキルやステータスを都度強化し、クエストを進めていくといった感じ。強化が進むと無双状態を味わえるので、結構爽快感があって楽しめる内容です。ただ敵の範囲攻撃における予兆からの発動が結構タイミングが早く、回避がギリギリになったり、回避行動による無敵時間がないに等しいので、タイミング次第ではダメージを受けてしまうことがしばしばあります。ある意味、このシビアさが戦闘を楽しくしている要素にもなっております。操作性もよく俯瞰して見れるので、今までの TPS 視点のアクションとはまた違った楽しさを感じることができるタイトルとなっております。ガチャは装備カードのガチャのみとなっており、キャラはアンロック式となっていて、キャラのかけらをクエストで入手するか、ショップで購入することで、キャラを解放することが可能となっております。やればやるほどキャラを入手できたり、キャラを強化できるので、やりごたえのあるタイトルです。グローバル版がリリースされているので、興味がある方はぜひ遊んでみてはいかがでしょうか。続いてのタイトルは、ちょっと読めないんですが、日本語表記では、気流帳、英語表記だと、リターントゥーザドラゴンとなるようです。リリース日は見て、ジャンルは都市型横スクロールアクション。開発はロンチャオパビリオンスタジオ。プラットフォームは iOS、Android。本タイトルの世界観は、中国の伝統的なスタイル文化や神話、伝説、民話などを解体し、現代のトレンドなどを加えつつ再解釈した世界観となっていて、ノスタルジックさを出しつつも近代的なアートスタイルの融合でセンスの良いビジュアル表現がマジで良いですよね。物語の概要は、伝統と現代が融合した新しい都市空論地区で、主人公は表向き映画監督で、裏では仲間たちと共に撮影と見せかけ、善を支持し悪を排除するという活動を行い、その内容を特殊効果を交え上映するといった、見ている側はダ作のフィクションとも思いつつも、実は本物のドキュメンタリーということは知る由もなし。そんな活動の最中、ある事件をきっかけに空論の呪いと呼ばれる空論地区を構成する謎にたどり着く。この呪いをきっかけに、この街に隠された真実を明らかにしていくといった内容。翻訳の都合上、ちょっと誤訳している部分もありますが、大体こんな感じ。結構気になる内容で、どことなくペルソナ系でありそうな物語かな。ゲームの売りであるバトルは横スクロール型の本格アクションとなっていて、基本攻撃というよくある通常攻撃は廃止されていて、全ての攻撃においてクールタイムを採用しており、それによって闇雲に攻撃せず、しっかりと敵の攻撃を見極めて戦うスタイルとなっております。そのため結構難易度が高い感じと想定します。初見でクリアしていくのは難しいような感じがしますね。特にボス戦の激しい攻撃は回避しながら攻撃を入れていかないといけなさそうなので、かなり苦戦しそうな感じがします。スキル演出は派手で見応えがあり、かなりかっこいい仕上がりとなっていて、特徴的なカメラアングルでしっか
かりとキャラを見せれるのは嬉しい仕様。そしてバトル以外の要素としてミニゲーム要素をふんだんに取り入れているとのことで、レース要素やパズル要素、さらに協力プレイなど、実際にどういったものになるのかは不明ではありますが、単純に横スクロールのアクションにとどまらず、様々なコンテンツを準備しているようです。遊べる要素が多く、その結果メインのコンテンツを有利に進められるような仕組みだったりしたら、さらにやりがいが出てくると思います。また横スクロール型ではあるものの、奥行きや立体的な表現がうまくできていて、見ていて飽きのこない仕組みとなっています。直角に曲がるシーンもうまくキャラを軸に背景を動かす仕組みはなかなか斬新ですよね。こういった細かい演出ってすごく大事だと思います。本タイトルは世界観設定からストーリー、さらにゲームの売りであるバトルや演出、さらに細かいコンテンツなどよく考え作り込まれていると思います。最近横スクロール型のアクションが多数発表されてますが、その中でも現時点ではトップクラスのタイトルと思います。はい、今回はアニメ調 TPS アクションや俯瞰型アクション、さらに横スクロール型アクションなど、アクション色の強い内容でお送りしてまいりましたがいかがでしょうか。今回プレイできた作品がいくつかあり、どれも楽しめる内容となっています。その中でも特にセカンドウェーブインフィニティアルカナはかなりおすすめの作品となります。またそれ以外のタイトルでは、最後にお伝えしたリターントゥーザドラゴンは良い意味で化けそうな勢いのあるタイトルと感じました。リリースしたら別の機会にレビューしたいと思います。ということでチャンネル登録はお任せしますが、ぜひもう一本カレンゲームラボの動画を見ていただけると嬉しいです。それでは今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。